皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？今日は何の話をするかというと、地震について話をします。はい。というのも、先月の8月8日に日本で大きな地震がありました。被害は出たんですけど、死者はいませんでした。でも、その地震があったので、今、日本の人々はもっと大きな地震がそろそろ来るんじゃないかと心配しています。はい。皆さんの国は地震がよく起こりますか？日本は歴史的に見ても、もう本当によく地震が起こる国なんですね。で、今、日本人が一番恐れている地震の名前が南海トラフ地震と言います。はい。今日はね、日本人と地震、日本人がこの地震っていう災害とどういうふうに付き合っているかについて話をしたいと思います。はい。で、地震があんまり起こらない国の人は知らないかもしれないので、少しね、基本的なところから説明したいと思います。はい。まずね、地球はプレートっていうもので覆われているんですよ。はい。で、ちょっと今日このプレートを本で説明したいと思うんですが、日本はプレートがたくさんプレートのつなぎ目がいっぱいある国なんですね。で、こういう感じでプレート同士が、重なっている、触れている部分っていうのがあって、で、これが、海側と陸側のプレートが重なっています。で、このプレートっていうのは、マントルの動きに合わせて、グググググって動くらしいんですね。で、この海側のプレートが下に入り込もうとして、で、この陸側のプレートを一緒に引っ張っているような状態らしいです。で、このくぼんだところが、へこんだところがトラフって言います。で、グググググって押して最後弾ける。この戻る力が地震らしいです。はい。でね、この南海トラフっていう大きなこのくぼんだ地形の部分が日本列島のかなり広い範囲にわたっているので、今、南海トラフ地震っていうのが、そろそろ起こるんじゃないかっていうふうに言われています。で、この地震って100年とか200年のサイクルで起こるので、そろそろっていうふうに言われているんですけど、実は私が子供の頃からもうずっとね、言われています。はい。で、私は高知県の出身なので、もうずっとね、地震教育っていうのを受けてきました。防災、災害を防ぐための教育ですね。はい。で、どういうふうなことを小学校でやっていたかっていうのをお話しします。で、普通に地震が起きたらどうするかっていうのを授業で、座学授業でもう勉強するっていうことはよくやっていたんですけど、それ以外にも覚えている、イベントがありました。それはね、防災フェスティバルみたいな感じで、結構大規模にうちの小学校でやったんですけど、起震車って呼ばれる地震をシミュレーションする車みたいなのがあるんですね。写真出しときますが、はい。で、そういう起震車を学校に呼んで、
子供たちが実際にその地震の大きさを体験することができたり、あとは、火事が起きた想定で学校中に煙を出して、で、その煙の中をどうやったら上手に進んで逃げられるかっていう練習をしたり、それはね、立ったら煙を吸い込んでしまうので、もう地面を手だけで進んでいくような練習をしたり、いろいろしましたね。はい。こういう地震教育っていうのは、高知県ではよくやっていたと思うし、きっと、その地震が多い地域の小学校とか中学校ではやっている授業なんじゃないかなと思います。はい。で、そうやって火事が起きたらとか、地震が起きた時に机の下にすぐ隠れるとかいうのは、教わるんですけど、実際、その被害の内容を見てみると、実は建物の下に、建物が崩れて、潰されて死んでしまう人よりも多いのが、津波で押し流されて、建物が壊れて、波に飲み込まれて亡くなってしまうっていうのが特に多い原因です。はい。なので、今の日本でもう最も重要視されている防災のあり方っていうのは、どうやって津波から逃げるか、どうやって早くその高い場所に移動するかっていうことですね。一番早く到達する場所は2分で34メートルの津波が押し寄せてくるだろうっていうふうに言われています。はい。めちゃくちゃ怖いですよね。2分で34メートルだったらもう絶対もう逃げられないですよね。それは最悪のパターンなので、そのいろんなパターンでシミュレーションをして、各自治体は対策をしています。はい。で、個人的にね、私がやっている防災対策っていうのは、まず、ハザードマップっていう自分たちの住んでいる地域にどれくらいの高さの波が来るのかっていうのをシミュレーションした地図があります。はい。もう一番基礎となる防災対策だと思うんですが、まず自分の家に何メートルの津波が来て、で、どこに一番最初に移動したらいいかっていうのを確認して知っておくことですね。はい。あとは、防災リュックを用意して、その中に水とか懐中電灯とか、すぐにね、使える便利なものを入れて、家に置いておくということをしています。起こらなければ一番いいんですけど、高知県とかね、大阪、横浜とかは、本当に何万人という人が亡くなるというふうに想定されていて、この南海トラフが起こらないっていう確率はもうほとんどね、ないんですよね。絶対に日本人はこの南海トラフ地震を経験することになります。なので、すごく怖いんですけど、対策できることはしっかり対策して、向き合っていくしかないのかなと思っています。はい。で、このね、私のビデオを見てくれている人の多くが、多くではないけど、10% とか 20% の人が日本から見てくれていて、で、きっと、住んでいる時に地震を体験することがあると思います。ぜひ自分の家がどこにあって、どこに避難をしたらいいか、あと防災リュックの準備とかね、ぜひ、して
もらいたいなと思います。はい。今日はこんな感じで、ちょっと怖い話ではあったんですけど、日本人は絶対に起こる未来だと思って向き合っているので、こういう話をしてみました。はい。ぜひいいねと思った方はチャンネル登録と高評価をしてもらえると嬉しいです。はい。で、またね、私は Patreon というフォーマットでメンバーシップをやっています。そちらでは会員限定のコンテンツを出しているので、ぜひ興味がある人は見てもらってサポートしてもらえるととっても嬉しいです。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。